どうも、今回はというかここ最近ずっとそうなんですが、田んぼの草刈りに来てます。ここがですね、こんな感じで草ボーボーになっちゃったんで刈っていきます。で、今回使用するのがこちら。これがですね、このマキタのスプリットモーターにつけて使うグラウンドトリムアタッチメント、これとヘッジトリムアタッチメント、この2つを主に駆使してこの田んぼの草刈りをしていきたいと思います。で、この歩く部分ですね、このあぜ道の部分を主にこのグラウンドトリムアタッチメントでガーッとぐるっと刈った後、こののり面、この斜面ですね、ここをこのヘッジトリムアタッチメント、これで刈っていくっていう方法でいってみます。スプリットモーターはこの軽量タイプの 18V 仕様のスプリットモーターを使います。バッテリーはですね、このフル充電した6Aのもの、これを使用します。まずはこれですね、このグラウンドトリムアタッチメント、これを強モードで買っていきますかね。で、場所によってこのモードを、この弱モード、強モード切り替えて使っていきます。いい感じですね。ちょっとこののり面、こっちでやるって言ったんですけど、これでもやってみますか。でも枯れますね。こんな感じで、これやろうと思えばのり面もこれでできちゃうかもしれないですね。ただこれどうなんだろうな。これでやっちゃってもいいかもしれないですけど、ちょっと今回はせっかくこれも持ってきてるんで、まずはこのあぜ道、これをガーッとこのグラウンドトリマーアタッチメントで先に刈っていきます。はい、今何往復かして、ここ買ってあげました。いや、結構いいですね。いや、ただちょっと今回放置しすぎて結構草長くなっちゃってたんで、結構抵抗があるんで、押す時に力いりますね。あとはですね、長すぎるとちょっとわかるかな、こう買ってはいけるんだけど、枯れてるか、ちょっと倒しながら刈っていくっていう感じになっちゃって、枯れるんだけど、こう倒れちゃってる分、刈り残しがある部分もちょっと出てきちゃうかなっていうところですね。
いやー、結構疲れたな。バッテリーの残量、結構バッテリー食いますね。6アンペアで、今4分の2です。半分終わっちゃいました。ここも面積的には少ないんだけど、のり面なんですよね。結構あれですね、これでやってると回転式のチップ層の草刈り機欲しくなって、チップ層の草刈り機やってるとこれ欲しくなるっていうやっぱ生い茂ったところにはこれ結構抵抗食うんで楽ではないですね。以前の動画でこれ自分掃除機みたいだって言ったんですけど、これがですねいろんな意味で掃除機みたいで、例えば何十年も使ってない倉庫を埃だらけのところをこう掃除するっていう時は、掃除機よりも変な話ほうきでバーッとやっちゃった方が早いじゃないですか。何が言いたいかというと、生い茂る前にこれでやるなら買った方がいいっていうところですね。ここはもう本当にこれぐらい、30センチぐらい生い茂ってたんだけど、こっちはですね、15センチぐらいかな。こっちほどではないんですよ。こういうところは楽だと思います。はい、ってな感じで、あぜの部分は買ってあげることができました。バッテリーがですね、6アンペアの4分の1になっちゃいました。やっぱフルパワーでやってたんで今回は、結構バッテリーの消耗激しいですね。あとですね、前回と違ってなんかめっちゃ疲れました。っていうのもやっぱ草丈が長いとこのグラウンドトリマーアタッチメントの特性がフルで活かせないというか、これはコロコロこう転がせるからいいんであって、やっぱいっぱい茂ってるとこうやった後に払ったりとか、そもそもこう推し進めるのにすごい抵抗があって、この前の田んぼより倍以上疲れましたね。なので、これ草の高い田んぼとかではあんまり向いてないかな。まあその草の種類にもよるんですけど、ここがですねこのクローバーも多くて、クローバーめっちゃ引っかかるんですよ。それはなかなかきつかったですね。こんな感じで、この水冷服、これめっちゃ涼しいです。なおかつこれ氷入れとくんですけど、これ使ってると溶けてくるんでこれ飲めるんですよ。これめっちゃ冷たい。途中でちょこちょこ飲みながらここまで来たんですけど、これおすすめです。はい、まあこれでなんとかあぜの部分は買ったので、次はですねこのヘッジトリマーアタッチメント、これでこののり面ここを買ってきます。このバッテリーがですね残り1しかないんで、途中で終わっても嫌なので、フル充電した6アンペアこのバッテリーで残りはやってきます。はい、ということで、とりあえず強モードで買っていきます。広い範囲で買っていけるのはいいですね。ここがですね上から買っていくと下に溜まっていっちゃうんで、下から買ってきます。思いっきり90度に曲げて引き刈りしてきます。これめっちゃ楽。
あとはこれ、こっちからこう行きますか。あ、楽楽。で、こうしてこれぐらいですかね。で、真ん中をバーッと買ってきます。こんぐらいですね。引きずりながら刈るとめっちゃ楽です。はい、もう半分終わっちゃいました。でもう半分はですね、下をこれでやってってみて、上をグラウンドトリマーでやってみます。普通にこっちから買っていった方が楽だった。いや、これマジで早い。これは本当に楽ですわ。こうやってこう引いて刈れるのすごい楽ですね。ちょっと最後これ抜いて、こっちですね、一番最初のグラウンドトリマー、これでやってみます。はい、まあいやこれで行くって言ったんですけど、これで行けなくもないですね。ただ、さっきのヘッジトリマーの方がのり面は楽かもしれないです。すみません、ちょっと最後ヘッジトリマーでやります。
や、やっぱこれのり面すごいですね。刈り幅が広いんで広範囲にドバーッと刈れるんで気持ちいいです。もうちょっとだったんだけどな。今ここでバッテリー2個目6アンペア終わっちゃいました。途中でさっきこれ終わっちゃって、のり面やる前まで使ってたやつですね。それを使ってたんだけど、今ここで終わっちゃいました。ただこうぐるっと回って、ここのちょっと虎狩りが残っちゃったかな。あとこっちも残っちゃったんだけど、まあまあ、よしとしましょう。ということで今回これ使って草刈りをやってみました。結論から言うとですね、ほぼこれだけで、ここの田んぼを草刈りしてあげることができました。良かった点としては、これチップ層よりは燃費がいいので、この6アンペア 18V の6アンペアのバッテリー2個だけで、なんとか、ギリギリだったけど刈れました。なので燃費は非常にいいです。ただですね、まずこれに関してはですね、一つ思ったのは、草丈が長いとこれ結構しんどいです。やっぱ草刈りってサボっちゃダメですね。まず草丈が長いから刈らずに倒れてっちゃってる部分もあったので、最後これで仕上げやってあげたんだけど、その時にちょっと手間がかかる時があります。あとは刈れば刈るほど重くなってくるんで、このタイヤの利点がうまく生かされないと言いますか、それを何回もやんなきゃいけないんで結構しんどかったです。あとはですね、これしっとりした長めの草とか、あとはクローバーですね。クローバー系のあれもしっとりした草なんだけど、ああいうところにこれ突っ込むとなんか止まるというか抵抗が非常に強くなります。こういうつくしの大きくなったようなやつですね。こういうのはさらさら刈っていけるんだけど、草によっては詰まったりしちゃいます。逆に言うと草丈が短いうちならこれ本当に本領を発揮します。特にこういうあぜ道ですね。この平坦な部分、ここはガーッと歩いて往復して刈っちゃえば済んじゃうっていう、これはこの動画見ていただければ分かるんですけど、草丈が短い時は有効なんだけど、膝ぐらいまでの草が生えてるところではしんどいっていうところですね。できなくはなかったです。でですね、これに関してはですね、のり面も同じぐらいの竹の草が生えてたんだけど、これめっちゃ楽でした。やっぱこの刈り込み幅が広いんで、ずわーっと思いっきりドバッと刈れるんで、これ気持ちよかったですね。重いは重いんだけど、チップ層の刈り払い機で何度も何度もやるよりはこれ本当に良かったです。でここをこう調整してできるのも、これいいですね。こののり面とこの角度をバチッと合わせると本当に楽です。これはやってよかったと思いました。これだけで田んぼのこのあぜ道も含めて、全部刈れるのかっていうのも機会があればやってみたいと思います。でこれはあれですね、安定のマキタのナイロンコード、これは本当に使いやすいです。最後仕上げ、バーッとやってあげたんですけど、ヘリの部分はすごい綺麗になりました。これ軽いし扱いも楽なので非常に気に入ってます。ただ今回はこの2つメイン、これで9割買ってあげたっていうところですね。まとめると、草刈りはサボっちゃダメっていうことが分かりました。短いうちに何度も刈るっていうのが一番いいです。短いうちだったらこれとこれだけでも十分この田んぼ刈ってあげられます。長くなっちゃった時はチップ層とこれ組み合わせてあげると楽なんじゃないかなっていうところですね。はい、ということで今回はマキタのスプリットモーターと各種アタッチメントを取り付けて田んぼの草刈りしてみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。